こんにちは、まみきさんです。オープニング動画はご覧いただけましたでしょうか。このチャンネルでは海外生活といっても都会ではなく田舎での生活、欲しいものやしたいことがなかなか手に入りにくく便利ではない環境でどのように暮らしているのか、そんな中でも人生楽しくやっていこうではないかという姿をお届けしたいと思っています。私の住んでいる田舎はスイスのイタリア語圏にあります。小さな村の工房でアトリエザンという名前でジュエリーを作って生活しています。今回エピソード1になるんですが、だいぶ過去の話になってしまいますけれども、去年参加したミラノジュベリーウィークのことを記録に残したくてお届けしようと思いました。2ヶ月ほど前にこのような素敵な本が届きまして、 The Fab って書いてありますが、去年の10月の下旬にミラノで開催されたミラノジュエリーウィークにThe Fab by Artistal Jewels という部門で出展された方たちの作品がこの本に掲載されています。掲載されているページですが、このようなアーティスティックでファッション雑誌みたいな感じで素敵に作っていただきました。まずは、ミラノジュエリーウィークの会場の様子をどうぞ。アトリエザンありましたね。でどのような経緯で出展が決まりましたかというと、遡ること2020年の年末あたりにオーガナイザーが私のインスタに投稿されているジュエリーを発見してくれまして連絡がありました。で2021年の6月に開催されるミラノジュエリーウィークに出展する、気はないかっていうお誘いでした。その気があるのであれば、出展作品そのものじゃなくても作っている作品のイメージが伝わるような写真があればそれを提出してほしいと。
で審査をして通れば出展が決まるという流れでした。で当時ですね、私はかなりピークな時期でありまして、自分自身の在り方とか、この土地にいる意味があるのかとか、ジュエリーの方向性への不安とか、いろいろ考えることがありまして、珍しくピークに達していたんですね。で、そんな中私を見つけてくれて光が差したような感じでした。ただ普段日常使いができるような商品を販売しているので、ジュエリーウィークに出せるような作品がないなと思ったんですね。で短期間で作品を作ることにしました。久しぶりに自分自身を表現できる日々に、炎が燃えるようにエネルギーが湧いて作品作りに没頭することができました。一つ目は地元葉山とスイスを行き来したこの20年の葛藤を表現したラビータ、人生というタイトルのネックレス。右半分は神奈川県をかたどり、左半分はスイスの国旗の一部。葉山の位置はゴールドに光っており、ステップバイステップ、一段ずつ踏ん張って頂上までたどり着いたものを表現しました。もう一つは金の卵を産むメンドリカルロスからインスピレーションされたカルロスリング。我が家で卵から育てたカルロスという名のメンドリの後ろ姿でパールの卵がぶら下がっています。光が当たると七色に輝く羽がたまに一本寝癖のように飛び出ているのが可愛くて、その部分を金で表現しました。はい、こちらの2点を提出しまして、ジュエリードロップス部門への出展が決まりました。当時はお誘いのあった2020年の年になります。先ほどご覧いただきました会場の様子ではなくて、一番最初にお誘いのあった2020年の年になります。ややこしくすみません。準備が全て整いまして、あとは当日を待つのみとなった4月のある日、先方からイベントが中止になりましたというお知らせが来ました。もう気持ちが一気にクールダウンして、本当にどこにぶつけていいかわからないぐらいショックで、冷めた生活がしばらく続きました。次のミラノジュエリーウィークは、翌年の10月になるということでした。2020年といえばコロナ禍だったので、もうその翌年の10月も確かではないような話ですけれども、仕方がないことですね。で最終的にはジュエリードロップス部門で出展が決まっていた作品たちは、その年の12月に創刊号として、出るこちらのジュエリー専門誌と一緒にこのような冊子となって販売されるということになりました。結果良かったんですけどね。ふと思ったんですけれども、先ほどから2020年と何度も言っているのが間違いで2021年であったことに気がつきました。すみません。自分が一番分かっていなかったです。で、年が明けまして2022年の春あたりにちょうど私が3年ぶりに
一時帰国をしている間にまたジュエリーウィークの担当の方から連絡がありまして、とうとうその年の10月に開催されるミラノジュエリーウィークに出展しないかというお誘いがまた来ました。で今回は新しく Fabs by Artisanal Jewels という部門を作り、こちらではですね、水、風、火、地という4つのグループに分けられて展示されるというプロジェクトでした。で私の作る作品はそちらに当てはまるのでどうかというお誘いでした。今回は散々迷ったんですね。やはり前回の中止の件があったのであまり乗る気ではなかったです。ですがラビータネックレスをやはり展示したいという気持ちと、あとはカルロスリングも前回急いでというか、実際使いたかった金箔が手元になかったので、七色に光るカルロスの羽を金箔で表現したかったのを今回は作り直したらできるのではないかと思って出展を決めました。私の2つの作品は自分の中では地のグループに当てはまるのではないかと思っていたんですけれども、実際会場に行ってみると火のグループに2つとも並べてありました。でそうですね、いろんな方の作品を見て回った後、自分の作品にたどり着くととてもちっぽけな存在に見えたのが正直な気持ちです。何がすごいというと、あっと言わせるような発想力とそれを形にできる技術が伴っているという、そんなアーティストたちでいっぱいで、私のいる環境では味わえないようなドキドキとワクワクでいっぱいでした。本当にとても貴重な経験ができたことを思うと参加してよかったと思います。この動画をご覧の方で今後出展を希望されている方で何か質問などありましたらコメントお願いいたします。ありがとうございました。